この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。めちゃめちゃ可愛いイラストですよね。島崎さかなさんの作品で、タイトルはお願い。手を合わせてお願いってしている女の子を可愛いと思って描きました。可愛い。文句なしに可愛いです。この子が撮っているポーズは腕ががっつり画面に映っているのですが、腕の塗り方がわからず、肌なのに硬い印象になってしまいました。綺麗な腕にするにはどうすればいいでしょうか。また絵の印象が全体的に薄いように感じています。何が原因でそうなってしまっているのでしょうか。その他にも直した方が良くなる箇所がございましたら添削していただけたら幸いです。よろしくお願いします。とのことです。いや、まずですね、素直に顔が可愛いって思いました。美少女のイラストを描くとき、こんな風にね、整った顔立ちを描くことができる能力っていうのはすごく大事です。描かれたものを見るとね、さも当然のようにそれができているので、結構ね、簡単なんじゃないかっていう風に思ってしまいがちなんですが、いやーもうこれだけでもすごいことだと思うんですよ。それを島崎さかなさんはすでに高いレベルでできています。本当にね、すごいと思います。でね、今回どこを添削していくかなんですが、さかなさんも課題とされている硬さについてですね、確かにね、言われてみるとどことなく硬いような、そういう印象がありますね。さかなさんはそれを腕の硬さだと捉えているようですが、実はですね、そこもありますし、絵全体の問題だったりもします。でもね、これかなり簡単に解決することができちゃいます。今日のこの動画を見ていただければ、硬さがどこから来るのか知っていただけて、自分のイラストで硬いと思った時にもそれを和らげるヒントにしていただけると思います。ぜひぜひ最後までお付き合いください。それでは早速行ってみましょう。まずですね、この絵のどこから一番に硬さを感じるのか。それはですね、さかなさんもおっしゃっているように腕です。ただね、さかなさんは腕の描き方や影の描き方によって硬さが出てしまっていると感じているようですが、それもあるんですが、実は一番はそこじゃありません。この腕が作っている安定した三角形。このですね、三角形なんです。このね、腕が形作っている安定した三角形。これが一番硬さを出しちゃっている部分なんですね。三角形ってね、安定する形なんです。特にね、この底辺がまっすぐで下にくっついているような、こういう三角形の場合には特にですね、イラストの場合には安定イコール硬さなので、硬さを取りたかったら腕の描き方、うんぬんよりもまずはこの三角形の形を崩すこと。これを一番に考えた方がいいです。まずは簡単にこうしちゃいます。はい、もう簡単にこんな感じ。はい、とりあえずですね、この三角形をぐらつかせればいいわけなんで、単純に傾けちゃいます。ただね、それでも不十分ですね。この三角形まだ残ってます。もう少し調整が必要だと思います。はい、でですね、後でもうちょっとこの三角については崩していくんですが、一旦置いといて、次に調整したいのはこの手の角度です。今合掌している手を完全に正面から描いていますよね。これも結構硬さにつながっています。完全に正面から描くことで左右対称、シンメトリーになっちゃってますから、これもですね、すごく安定した形になっちゃってるんですよね。これもそこまで角度を違える必要はないんですが、少しだけひねりを加えて片方の手の甲がギリギリ見えるぐらいの調整をしていきましょうか。やってみます。はい、こんな感じ。手の角度を少しつけただけでも体にひねりが加わった感じがするので、硬さをぐぐっと和らげることができます。もしね、こういった手の角度、手の表情を想像だけでは描けないよっていう人はですね、いつも言っているんですが、はい、このように写真を撮って確認してみてください。写真を見ながら描くことで、自分の頭の中だけでは処理できない情報も手軽にキャッチできるようになると思います。使えるものは全部使っていきましょうね。はい。そしてですね、手の角度を変えたので、それに合わせて腕の角度も調整する必要が出てきました。やってみましょう。
はい、こんな感じ。だいぶ柔らかくなってきました。でね、せっかく腕に角度がついたんですが、まだ体自体は正面向いちゃってますよね。添削前を見てみるとわかるんですが、腕の他にもこの体がズドーンと画面下まで貫いていること。これもイラストの硬さにつながっていたと思います。体に傾きを向けてさらに柔らかさを演出してみましょう。やってみます。はい。まだですね、全部はやってないんですが、若干体を傾けることで、胸と腕との間に隙間ができて、さっきのようにズドーンとした印象が和らぎましたよね。これだけでもかなり硬さの払拭ができます。続きやっていきます。はい、こんな感じ。体にひねりを加えて、画面左側の腕をより手前に、そして画面左側の腕の方はより奥に行くように位置関係を調整しました。添削前はですね、肩の位置という意味ではカメラに対して同じぐらいの距離でしたよね。でも肩の位置に前後関係をつけてあげるだけでもかなり柔らかさにつながります。あとですね、魚さんが気にされていた腕の描き方についてなんですが、これも若干考え方にコツがありまして、腕ってね、自分の腕を触ってみるとわかると思うんですが、手の甲側の腕はですね、すぐに骨があってあまり肉付きはよくありません。触ってみるとこの部分は硬いですよね。それに対して手のひら側の腕を触ってみてください。こっちはですね、甲側に比べて肉付きが良くて柔らかいでしょ。それを踏まえて全体の腕のカーブをよく見てみると、手の甲側の腕は直線的なのに対して、手のひら側の腕は肉付き分だけ緩やかにたわんでいますよね。このカーブの違いを表現してあげると腕は柔らかく描くことができます。はい。なので若干ですが、こっちが直線的に、そしてこの腕の腹の部分、こっちは少し曲線的に描くように意識しました。これだけでもね、柔らかく仕上げることができるんですよね。覚えておいてくださいね。さて、体の部分の調整が終わったので、次は髪の毛の添削に移っていきたいと思います。髪の毛はね、形という意味ではよく描けているので、そこまで大きく調整する部分はありませんが、少し微調整を加えることでさらに良くなると思います。まずさっきから言っている左右対称性。これを崩すことが柔らかさにつながります。それはね、髪の毛についても同じことが言えます。この絵はですね、画面左側に向かって傾いているので、左側の髪の毛のボリュームを少し増して、こっちになびいているようなね、感じにしてあげることによって、より動きが感じられる柔らかい印象をプラスすることができそうです。その方向で調整していきますね。まずはここです。はい、画面左側の髪の毛に気持ちボリュームをプラスしました。これでファサッとこっちに髪の毛が流れているのを表現できると思います。次に前髪についても、ほんの少しですが同じように左側に流れを作るようなボリュームの調整をしていきたいと思います。やってみます。はい。こんな感じ。ほんの少しの違いですが、こういう細かい調整も積もり積もって、後で大きな印象の違いになると思います。最後に見比べてみてくださいね。次にね、顔も全く正面ではなくて、少しだけ煽りの角度がついていることを強調したいので、目、鼻、口、位置をほんの少しだけ調整します。
はい、右側の目と眉を少しだけ上にずらしました。それと、それにつれて口も上に動かしております。これでちょっと煽りの角度を強調する狙いがあります。それとね、少しだけ目をずらしていて気になったんですが、目のね、中身の書き込みはいいんですが、まつげの形、これがね、少しだけ不安定な感じがしたので、少しだけ形を整えますね。はい、こんな感じ。特にね、口の位置を上に上げることで、これによってもちょっと首をもたげているようなニュアンスが強まりましたよね。顔の中身の調整をしたので、違和感が出てしまった輪郭についても若干調整を加えます。はい、こんな感じ。この時点で最初と今見比べてみましょうか。まだ途中段階ではあるんですが、形に少し修正を加えて、角度をつけ、そして腕で形作っていた大きな三角形の形を崩してあげただけで、硬い印象が随分和らいで、かなり柔らかい印象に近づいたのではないでしょうか。はい。さてさて、もう添削が大方終了したと思ったあなた、安心してませんか？ No!Don't rest easy here! ここからです。ここからむしろ本番。ここで視聴をやめてしまった人はめちゃめちゃ損します。いやだって印象がガラッと良くなるのはむしろここからです。ここからは光についての添削をしていきます。多分ね、このイラストを見ていてもしかしたら思った人がいるかもしれません。あ、白背景だ。背景描きたくなかったのかな？ちょっと手抜きなんじゃない？って。はっきり言っていいですか？それ完全に間違ってますよ。白背景は手抜きじゃありません。魚さんはある意図を持ってあえて白背景にしています。それがキャラクターのシルエットを見せること。最初ね、これについては言及しなかったんですが、このイラスト実は逆光になってます。キャラクターの正面からは光が当たっていない状態。これによってキャラクターは全体的に影面になります。そうすると逆にシルエットが特に強調されるんですね。そしてそのシルエットをさらに強調するために背景には何も置かないというのはキャラクターをより際立たせるための一つのテクニックですから、この作戦自体は素晴らしいと思います。ただね、これだけだと白背景ということが異様に目立ってしまっているんです。それがもしかしたら人によっては手抜きだと感じさせてしまう原因にもつながりかねません。その印象を払拭するためにはどうすればいいのか、添削を加えていきたいと思います。まずはね、こうです。はい。もうここで勘がいい人は気づきましたよね。そうです。白背景が手抜きに見えないようにするために大切なのはですね、キャラに回り込んでくる光をちゃんと描いてあげることです。回り込みの光を描いてあげることで、あ、この白はただの白じゃなくて光なんだな。このキャラは光の中にいるんだという説得力が生まれますので、この一手間で手抜きには見えなくなってしまうんです。さあ、さらにやっていきましょう。次は髪の毛です。はい。髪の毛の上の部分にも光を足してあげました。これによって頭の上の部分と正面の角度の違いも描けますから、よりキャラクターが立体的に見える効果があります。さらに、こうです。
はい、さっきのね、左右対称性を崩すという観点でも調整を加えました。画面右側の髪の毛に光を多く回り込ませることで、顔の傾きについてもさらにわかりやすく表現できますよね。より柔らかさがアップしたと思います。さらに細かい調整を加えていきます。こうです。はい、ちょっとね、細かいんですが、細かい毛を数本加えてみました。これだけでちょっと顔周りの解像度が上がった気がして、より目線が顔に引き込まれると思います。さあ、最後の仕上げをしましょう。はい、ハードライトレイヤーを追加して、影と光の境目を薄く発光させてあげました。これによって、より光が回り込んできている感じを表現することができましたね。今回の添削は以上となります。並べて比較していってみましょう。右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか？パーツはね、ほぼ同じなのに、かなり柔らかい印象になったのがお分かりいただけるのではないかと思います。今回の添削のポイントは、硬さを払拭して柔らかさを出すにはどうすればいいのかという点で添削をしました。まず何と言っても大きなポイントだったのが、この安定した腕で形作られている三角を崩すことでした。それはですね、全体的にイラストを傾けたり、あとは腕に角度を持たせることで解決することができました。また左右対称性を崩すことも大事なポイントです。髪の毛では左右対称性を崩して、画面左側に髪の毛を流すことによって印象を和らげることができました。そして最後、光の回り込みを描くことですね。はい、こんな風に。これによってただの白背景ではなく、何も描かれていない部分は光なんだ、単なる白じゃないんだということが表現できるよということをお伝えしました。光を描くことによってよりキャラクターの角度も明確になるので、柔らかさの表現にも一役買ってくれたと思います。はい、このように気まぐれ添削100回を超えてなお様々なイラストを丁寧に解説を加えているんですが、もしかしたらね、こういう人もいるかもしれません。一個一個丁寧に解説してくれるのはいいんだけど、ちょっと丁寧すぎて全部見切れないよ。もういっそまとめて添削の大事なポイントだけドバババーって一気に摂取したいんだよ。そういう動画ってないの？はい、そんな方にうってつけのお得な動画があります。これです。絵をうまく描くとっておきのコツ5選、そして効果大、絵が超うまく見える7つのテクニックです。こちらは今まで紹介した添削をギュ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 ーっと短くまとめて、より上達のポイントだけに特化してお伝えした動画です。短い時間で短期間に上達のポイントだけ摂取したい、過去の動画のおさらいをしたいという方はこちらがおすすめです。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それでは最後にあのコーナー、気まぐれじゃんけんのコーナーです。いきますよ。準備はいいですか？気まぐれじゃんけんじゃんけんポン。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。